やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、最近活動も活発な、ゲンハイファイから、最新シリーズ、C シリーズのかぶらやとなる新作、ゲンハイファイ C にメチューウォリアーだ。ちょうどインターセールで買った同名ゲームで遊んでる。なんでメックウォリアーなのかはパッケージを見ればわかるはずだ。今回の C には、デザインを大きく変えたモデルで、今までのゲンハイファイからは想像できない、かなりメカメカしいデザインになっている。名前もそこら辺が由来だろう。このハウジング、見る人が見れば、少し前の中華イヤホンを思い出すはずだ。そう、このハウジング、今や静かになってしまった。リボネクストの QT2 にすごく似ている。ただし、QT2 と完全に同じ、というわけではなくて、要所が改善されているので、装着感は全く問題なくなっているぞ。この装着感については、かなり気になる人もいるだろうから、今回は、装着感、外装、付属品、内装、そして音質の順にレビューを進めていこうか。まずは装着感から。ちゃんといい、このような角張った外装のイヤホンというと、エッジが強気な、KZZS6。そしてその派生イヤホンの、リボネクスと QT2、または QT3 を思い出す人が多そうなんだけど、C にはそれらとは全く異なり、耳に接触する部分のエッジを積極的に除去している。特に痛みを感じるような部分は全てなだらかな曲線になっていて、一見似ているように見えても、全く別物のシェルを持つイヤホンだということがわかるな。装着自体も、奥までグイグイ押し込むような形状になっていないし、仮にグイグイ押し込んでも、圧迫される部位に尖った角が来ないので、見た目に反して、常識的な付け心地となっているぞ。なので、過去の類似イヤホンで感じる装着感の問題は、全く C2 には当てはまらないことを強く主張しとこう。このタイプの見た目は、一部のユーザーに非常に強く好まれる反面、装着感で脱落してしまう人がかなり多いからな。そんなわけで、装着感を改善した外装は、アルミ系の合金によって作られているらしく、ピシッとした輪郭と程よい重量感を持っている。イヤホンは金属製のネジで固定されていて、無骨さとビジュアルからも注目できるな。付属ケーブルは本体のガンメタリックの雰囲気に合わせたくらいもの。取り回しもしやすく、そのままでも十分な音色だ。ゲンハイファイというと、箱が豪華な印象があるけど、今回は割と最小限。その付属品も、イヤキとケーブルだけと最小限だ。個人的には、付属品を最小限にして価格を抑えるのは好ましいことだと思う。付属のイヤーピースは装着感に安定感もあるので、そのままで使えるセットになっているぞ。内装について見ていこうか。C には、高音域などの明瞭さを際立たせるアルミ合金、そして、そこに LCP。液晶ポリマー素材と、PU の複合樹脂素材の振動板を組み合わせてる。振動板に関しては、LCP を採用してニュートラルなバランスと評価された。同社の1万円クラスの1ダイナミックドライバー、ゲンハイファイ T3 プラスに近いものが使われてる、というわけだ。さらに、上位機種であるゲンハイファイ T5 が採用していた、デュアルキャビティ。二重にイヤホン内を区切ることで、低音側の量感を増す構造も採用されている。ゲンハイファイといえば、出たての頃は、高音域を重視したイヤホンが多かったものの、結構前のゲンハイファイ T4 くらいから、高音域をキラキラ主張の強いものにしつつ、低音域側もしっかり出すイヤホンが増えてきたように思う。今回の C にも、アルミハウジングと、高品質な薄型振動板で、高音域の反応を保ちつつ、LCP-PU の、低音域側に圧が出やすい振動板と、低音をより実在的に鳴らせるデュアルキャビティ構造のおかげで、きちんと低音に厚みがありつつ、反応が早い印象を受けるイヤホンに仕上がっているぞ。で、その肝心の音色なんだけど、最近はエントリーキラーやラウンタラキラー、という単語が多い。ゲンハイファイ C には、現在 Amazon で5000円で販売されている、ちょうど狙いやすい価格帯、特徴的で魅力的な外観。そして、過去の自社上位製品に近いポテンシャルを持った、非常に優秀なイヤホンだ。自社のラインナップに対するハードルを一段引き上げた、やべえイヤホン、と言える。その音色は、基本的に、さっぱりと感触傾向を感じるもの。高音域は高質で、ボーカルも若干高質。よりキレの良いボーカルと、切り分けやすい音色を持つ、アルミハウジングらしさを感じる出来だ。音はよく広がり、空間は広め、かつ、低音域にしっかりと弾力を感じられ、懐の深さもある。ゲンハイファイ T5 の方が若干ハウジングがでかい分、量感はあるけど、あれに一番近い低価格モデルだ。5000円でこの外観、かつ音としての完成度も高いので、見た目、性能の両面から、ハイレベルでまとまった一品になっているぞ。唯一注意すべきなのは、インピーダンスが32オームなことだろうか。ちょっと音量が取りにくく、同じ出力で聞くと、標準イヤホンの方が評価が高い、ということが起きやすい。そこを承知で音量を調整すると、本来の実力が見えてくるはず。
このイヤホン、程よく感触で、外観のイメージを保ちつつ、しっかりと弾む低音域のおかげで、若干感触、さっぱりとした鳴り方のイヤホンを好む人には、5000円台のベストチョイスの一つとなり得る。ここまで性能が高いと、あとは外観と音の好みによるところが大きいので、外観に惚れたら、購入して損はない一台になっているぞ。動画内で触れてなかった細かなところに触れていこうか。ノズルはこの手の形状のイヤホンの古いものよりも、土台を延長して耳に干渉しにくくなっている。装着感で触れた部分だけど、これのおかげで、耳の構造が深い人でも安心して装着できるぞ。もしそれでも耳に干渉している部分があるなら、イヤホンをぐるっと回して縦気味に装着すると、問題は解決できるだろう。ケーブルの端子は、CIEM2 ピンと呼ばれる、埋め込まれた2ピン端子。ケーブルを接続した時に安定するけど、一部の基部が露出していない、いわゆる非埋め込み型の2ピン端子や、TFZ 端子などと互換性はないので注意が必要だ。それから、遮音性と音漏れについて、このイヤホンは感触感を出すためか、開放度が高く、背面から結構ダダ漏れする。また、中にも音が入ってきやすい。感触感と分離感を感じさせる裏に、この開放度が影響してそうだ。ただ、これだけ開放度が高いので、装着時にドライバーがベコッと凹むようなことは、相当アクロバティックな装着でもしない限り起きない。ドライバーが内部で変形して変な音が出るのが嫌な人はまず起きないので安心だぞ。それから、標準ケーブルでも不満はないんだけど、あえて、ケーブルを変更してみる。外観的に相性が良く、かつよりクリアで低音もはっきりと出る、ナイス HCK ブラックキャットを使ってみた。案の定、高音の抜けや粒立ちがより良くなり、低音域がよりパワフルになったな。リケーブル不要と書いたけど、リケーブルしてもより可能性が広がりそうだ。音色を分解して整理してみよう。現ハイファイ C2 の高音域は、キレの良さ、抜けの良さ、きらめく印象と、はっきりとした高音域が好きで、かつ刺激的でない人におすすめだ。音量を上げなくても、ハキハキとした鳴り方をしてくれて、それでいて不快な音はない、良いバランスと言えると思う。中音域は若干感触感が減るものの、ボーカルの輪郭を若干強調した、聞きやすい音色だ。もちろん、ここでも刺さるような音はなし。ただ、あんまりにもくっきりした印象に変えるケーブルと組み合わせると、多少そっちに引きずられるかも。低音域は音圧があり、パワフル、サブベースまでしっかりとなり、満足感が高い。高音域の抜けと低音域の圧を両立しているので、気持ちよくほとんどの音が聞けるはずだ。全体に暖色感がもっと欲しい人は、探してるイヤホンの方向性が間違ってるな。さらに、このイヤホンは開放感が強く、抜けの良さも魅力となる、高音域、中音域で述べた通り、むやみに開放度が高くて、抜けは良いものの刺さりやすい機種ではなく、そこら辺が調整されているのが、C2 の特に良いところだな。この抜け感もあるので、空間は自然に広く、かつ、アルミ筐体のおかげではっきりと距離感をつかめ、残響も反応が早い。C2 は、他のケンハイファイの上位モデル、平面駆動シリーズを除いた、ダイナミックドライバーベースのシリーズの中で、低価格ながらしっかりと上位機種と張り合える出来のモデルだと思う。もうちょっとくっきりさせたい人はリケーブルがおすすめだな。本体も色々合わせやすい色合いなので、純銅から真っ黒、銀メッキまで、何を合わせても相性も良い。ビジュアルから入って後悔せず、音質で狙って後悔しない良品だ。おすすめだぞ。と、こんなところだな。現ハイファイ、今後、C シリーズの新作や、過去作のリファインシリーズがまだまだ並んでいる。今年も頑張ったブランドのイメージだけど、2023年も変わらず中華イヤホンのトップグループを走り続けられることに期待しよう。といったところで今回はここまで、個人的にはこの形のイヤホンでようやくまともに装着できるモデルが出たことに感動してるぞ。